皆さんこんにちは。打行音、な行音、ら行音が混同する場合の指導方法の解説です。では、打行音、な行音、ら行音の共通点と相違点を見ていきましょう。まず共通点です。打行音、な行音、ら行音の長音位置はすべて子形です。そして舌先を使って長音します。すべて有声音です。では次に相違点です。相違点はすべて長音方法ですね。打行音は破裂音であるということ。な行音は微音。そしてら行音は弾き音となっています。では打行音、な行音の共通点を見てみましょう。これは舌の側面全体が口の中の空気の流れを止めています。これが大きな特徴ですね。それに対してら行音は舌の側面から空気が常に出ている。つまりダダ漏れ状態になっているということですね。これが大きな違いとなっています。ですから舌先を歯形につけて、そのまま舌全体で空気の流れを妨げて、その後破裂させれば打行音になります。そのまま舌全体で空気の流れを妨げて、破裂させずに鼻から息を出せばな行音になります。舌の側面から空気を送り出しながら舌先を弾くようにするとら行音が出ます。では実際の問題を見てみましょう。まだがまらになってしまう。こういう場合は板書して発音させるということがありますね。ローマ字で板書することもできます。アメリカ英語話者の場合などは D が語中だとラリルレロの発音になるので、ローマ字で書いても違いはわからないかもしれません。では、どうしたらいいかというと、長音方法の違いを説明する、こういうやり方があります。だは発音する前に舌の側面全体を使い息を止めます。らは息を止めずに舌先だけを弾くように歯形につけて素早く話す。このように違いを説明して実際にやってもらう。そういう方法があります。次に、な行音と打行音の混同、あるいはな行音とら行音の混同について話します。学習者に自分の鼻をつまんでもらい、そのまま発音させます。鼻から息が出るのは、この中ではな行音だけです。打行音とら行音は、鼻をつまんでも発音に支障がないはずですね。ですから、な行音と打行音、ら行音の違い、これはすぐにわかるはずです。な行音は鼻をつまむと鼻声になってしまうので、うまく発音できません。次の解決法です。空気の流れの違いを図で説明する。このような図を板書します。そして、空気の流れですね。これを書いて説明します。多行音、ら行音の場合は、まず口外数が上がります。そして、口から息が出ます。な行音の場合は、歯形に舌先がつきます。そして空気の流れが妨げられます。その結果、鼻から空気が出るということですね。じゃあ、打行音を詳しく見てみましょう。打行音、まずは、口外水が上に上がります。そして、舌先が歯形につき、空気が妨げられます。そして、舌先を歯形から離せば、空気が勢いよく流れ出すということです。これが破裂音ですね。ら行音の場合はどうでしょうか。同じように口外水が上がります。そして、空気は出っ放しですね。舌先は歯形につきますが、側面から空気が出っ放しです。そして、舌先を離す。これでら行音が出せます。指導のポイントです。
打行、な行、ら行の違いは超音方法なので、その違いを理解しておく。これが大切です。そして空気が口から出るのか鼻から出るのかは、鼻をつまむとはっきりわかります。超音方法の違いを説明した上で、鼻をつまませて発音させてみるといいと思います。打行音、な行音、ら行音を混同する学生は違いに気づけない場合が多いと考えられます。その場合、文字を板書しても効果は期待できないかもしれません。その場合は鼻をつまませるとか、図を書くとか他の方法で試してみてください。